こんにちは、まぞくです。今日の動画は新企画シリーズレイアウトです。一つのシリーズをメインにレイアウトし、さらにリメイクの数分部屋を作るという企画です。第1回目は大理石シリーズ。大理石シリーズはホテルクーポンで交換できる家具で、全部で8色あります。なので今回は8部屋分のレイアウトをご紹介していきます。それでは早速1部屋ずつご紹介していきます。どうぞ。1部屋目はホワイトのリメイクに合わせたレイアウトです。ホワイトのリメイクはゴーグドの装飾が入っているのが特徴です。テーマは木のぬくもりと自然を感じるお部屋です。大理石シリーズのゴーグドの装飾に合わせて似た色味の木を入れることにしました。それでは壁床から順番に作っていきます。壁は茶色いヘリンボーンの壁、床はライトの寄せ木細工の床、アクセントにゼグダコラボのコログの森の壁を使用します。次はお部屋の設定です。サイズは 6×8 で縦長、玄関は白いタイル、ライトは黄緑色で暗めに設定し、ほんのり部屋に色がつく程度にしておきました。そしてブラインドは閉じて、後で照明家具を置いた時にホワンと光るようにしておきます。次は間取りです。外背景の壁との境目をなじませるため、4本の大理石の柱で大きな柱を作り、壁に蓄光ウォールステッカーで窓を作ります。そして一部分をドア、カーテンに張り替え、柱にくっつくようカウンターを並べます。そこに合わせてペルシャ絨毯は敷き、真ん中に大理石のテーブル、カウンター横に暖炉を配置。部屋の色味と合わせるために暖炉の火は消しておきます。では右側の壁沿いを埋めていきます。窓枠の白と合わせてカントリーシリーズのホワイトを使っていき、キッチンを作っていきます。自然を感じるがテーマなので、鶴のハンギングチェアや座面が緑のサンクスギビングのチェア、花柄のパッチワークなベッドを配置。そして天井には鶴のガーランドや木の実っぽく見えるモロッカンなランプ、大理石シリーズに合わせてキャンドルのシャンデリアも設置しておきます。大きい家具の配置はこんな感じになりました。次は中くらいのサイズの家具を空いているところや高さが欲しいところに等間隔に配置していきます。そしてその後、植物家具も等間隔に配置していき、全体はこんな感じになりました。ここからどんどん小物を並べていきます。ライトブラウンの近くには白い小物、白いところにはライトブラウンの小物、緑が少ないところに緑色の小物を並べ、全体の色のバランスを整えます。するとこんな感じになりました。どんな人が住んでいるかを想像しながら壁床、家具、小物を選ぶと全てマッチするかなと思います。それでは最後に壁を飾っていきます。右の窓際と天蓋付きカウンターにドライフラワーのガーランドを飾り、残りは絵を飾ります。床に置く家具をたくさん使った時は壁も物量を揃えつつ、使用する壁掛け家具の種類を少なくするとまとまりが出ます。そして大理石の時計を大理石シリーズを飾っていない右側の壁に設置し、フラワーシェードのスコンスを忍ばせたら、これで1部屋目は完成です。
屋目はブラックリメイクに合わせたレイアウトです。ブラックリメイクはシルバーの装飾になっています。テーマはかっこいい木造のお家です。壁は節ありウッドウォール、床は黒の無地のマイデザイン、アクセントに黒いパンチングボードの壁を使います。部屋のサイズは 10×8、 玄関はコンクリート、ライトは白で暗めにします。そしてこのお部屋も雰囲気を出したいのでカーテンは閉めて使います。では最初に間取りを決めます。左奥の壁に実光オールステッカーでドアを貼り、柱や仕切り壁を使って部屋の形を変え、階段ダンスを使って2階を作ります。仕切り壁は壁掛け家具を飾れないので、なるべく壁の面積を減らして物足りなさをなくすためにシステムキッチンを置いてキッチンスペースを作っていきます。で、かっこいいがテーマなのでアップデ家具のワイヤーシリーズも使って洗練された空間にし、手前の壁にはまたドアを貼ります。これでキッチンのベースは完成です。次は横のスペースにリビングスペースを作ります。仕切り壁前に大理石の暖炉、その前に大理石のテーブル、黒のクッションをつけた丸太のソファーを置いて壁紙と合わせ、壁紙と色味の近いオレンジのラグを敷いて空間に対する色の量のバランスを整えます。次は左の壁沿いです。ドア付近には飾り棚として使える家具を並べ、リビングスペース付近には右の空間と素材感を寄せたプラスチック衣装ケース、そして柱を2本立て、見立て動画でもご紹介した黒のマイデザインを貼ったスプラコラボのフェス看板をテレビに見立てます。こんな感じで左半分の空間も完成。次は天井です。テーブルの上に放浪なランプ、カウンターの幅に合わせシーリングスポットライトを設置。次は小物に入ります。キッチンスペースにデザインがシンプルなキッチン小物を並べて、これでキッチンスペースは完成。暖炉上に右の空間と合わせてワイヤーシリーズの小物を並べ、テーブルの上はヘッドホンやマグカップ、本を置いてカウンターとは用途を変えます。そして左の壁沿いの棚の上にシンプルでかっこいい雰囲気の小物を飾ったら、全体はこんな感じになりました。では最後に壁を飾っていきます。ドアの上に大理石の時計、横に電話、棚の上にライトとテレビの上にエアコン、そしてフラワーシェードのスコンスを忍ばせたら、これで2部屋目は完成です。3部屋目はグレーのリメイクに合わせたレイアウトです。テーマはスキンケアブランドのお店です。グレーリメイクに合わせた色合いで作っていきます。壁はモノクロタイルの壁、床は銀のアイアンパーケットの床、アクセントにコンクリートの壁を使います。部屋のサイズは 6×8、 玄関はコンクリート、ライトは白で真ん中らへん。今回は自然光を取り入れたいのでカーテンは開けておきます。では間取りを決めます。
真ん中奥にレジがあるシンメトリーの窓際にしたいので、左右に大理石の柱を詰めて空間を作り、その前に仕切り壁を配置します。壁沿いにはレジカウンターよりも高さのあるものを使いたいので、大理石の暖炉を裏返して使います。そして手前にカウンターを並べ、大理石の洗面台を壁の前に一つずつ並べます。実際に商品を試せるイメージなので洗面台を使いました。で、手前側は商品を並べる場所を作るので、テーブルやチェストを置いていきます。雑貨も少し売っているので、カントリーのカップボードも使ってみました。全体はこんな感じです。次は天井です。クラシックな雰囲気のある部屋に合わせて丸いシャンデリア、洗面台の上はシーリングスポットライトを設置。次は小物を飾っていきます。まずレジカウンターにアンティークのレジや商品が入っている設定のシューズボックス、キートレイを使います。売り場にはラタンのタオルバスケットやディスペンサー、雑誌の束をパンフレットに、周りにもたくさんディスペンサーを置いてお店らしくしていきます。ということで全体はこんな感じになりました。では最後は壁を飾っていきます。正面の壁に大理石の時計、左右の壁に商品説明が書いてある額入りポスターとネオン管を設置。これで3部屋目は完成です。4部屋目はベージュリメイクに合わせたレイアウトです。テーマはナチュラルなお部屋。全体をベージュでまとめていきます。壁はボロい土壁、床は白いアイアンパーケットの床、アクセントにウェディングパーティーの壁を使います。部屋のサイズは 8×6、 玄関はそのまま、ライトはオレンジで暗めにしておきます。では間取りを決めていくんですけど、今回は柱や壁で部屋を分けずにいきます。左の角はキッチンスペースを作るので、カントリーシリーズを並べた後、その手前に大理石のキッチンを配置。そしてその横に柱を並べ、間に大理石の暖炉を設置します。火は消してお部屋の色の統一感を守ります。暖炉の上は蓄光ウォルステッカーを貼って窓を作り、その横に仕切り壁を置き、壁のメリハリをつけます。そして壁の前にはカップボードを並べ、暖炉前に大理石のテーブルとカントリーシリーズに加えてエレガントシリーズも使い、ダイニングスペースを作っていきます。空いているところはチェストやベッド、ソファーを置き、こんな感じになりました。では小物を飾っていきます。背景となる部分にはなるべく大きめの小物を飾って背景を埋め、キッチン前もクッション系の家具を使って気になる余白を埋めていきます。猫もぴったり合いそうだと思ったので2箇所でくつろいでもらいました。では残りも埋めていきます。暖炉の上にエレガントなランプ、テーブルの上にカトラリーとシュガー&ミルクを並べ、ベッド横にはオルゴールを飾ります。次は天井です。窓の上にドレープ、
キッチンの上にミルクガラスランプを設置。最後に壁を飾っていきます。キッチンの後ろは蓄光オールステッカーで棚を作り、ドライフラワーのガーランドと仕切り壁から飛び出るフラワーシェードのスコンスを飾ります。そして左右に豪華な額縁を飾り、窓上に大理石の時計、フラワーシェードのスコンスを忍ばせたら、これで4部屋目は完成です。5部屋目はグリーンリメイクに合わせたレイアウトです。テーマは大正ロマンな寝室です。和と洋を合わせて作っていきます。窓はない状態から始め、壁はモダンな障子、床はよくある床板、アクセントに光苔の森の壁を使います。部屋のサイズは 8×6、玄関はダークウッド、ライトは白で暗めにしておきます。では間取りを決めます。左角に畳、仕切り壁、柱で空間を閉じ、天井に縦長のレーンを設置し、外に出られる空間を作ります。そして仕切り壁の横にまた柱を並べ、間に天蓋付きカウンターを置いて出窓を作ってみました。後ろはまた柱で閉じ、右側だけ蓄光オールステッカーで窓を作ります。出窓の後ろは観葉植物のオーガスタで自然を作り、出窓の前に和風モダンなベッド、茶色アーガイルのラグを敷き、モロッコプフとクッションも置いておきます。ベッド横には大理石の暖炉、これも火を消して、手前に和風モダンな座椅子を置いてくつろぐスペースを作りました。左の壁沿いには棚を並べ、畳の上に和風モダンなフロアランプを配置。全体はこんな感じになりました。残りの空間を埋めていきます。窓際にエレガントなコモード、手前からアンドン、大理石のテーブル、レトロなテレビを並べます。次は天井です。出窓の上に吊るし棚、右の窓にはドレープ、暖炉の上に和風な照明を設置。全体はこんな感じになりました。一度ライトを見直し、黄色いライトに変更。森との相性が良くなりました。では次は小物です。大正ロマンっぽい小物を並べていきます。ライトを黄色にしたので、大正ロマン感の出るゴールドの小物が馴染むようになりました。ということで全体はこんな感じです。ここからオーニソプターとバードモビールで遊び心も入れ、ベッド前にバブーシュを置き余白を埋めます。次は壁を飾っていきます。左に大理石の時計、右にオリエンタルな飾り棚と表彰状、フラワーシェードのスコンスを忍ばせたら、これで5部屋目は完成です。
6部屋目はレッドのリメイクに合わせたレイアウトです。テーマは伝統工芸品と暮らす部屋です。5部屋目と少し似ているんですけど、違うのは洋風なお部屋に工芸品が飾ってあるというところです。壁はブラウンボタニカルタイルの壁、床はブラウンハニカムレトロの床、アクセントにジャングルの壁を使います。部屋のサイズは 8×6、 玄関はコンクリート、ライトは白で暗め、窓は閉めておきます。では間取りを決めます。大理石の柱と仕切り壁を使って窓の場所を作ります。そして壁に蓄光ウォルステッカーで窓を作り、大きい窓の方にカウンターを並べ、シンプルなパネルでドアも設置。カウンターの前は冷蔵庫と大理石のキッチンでキッチンスペースを作ります。仕切り壁の前にはチェストを並べ、さらにその前に大理石のテーブル、スクールチェアとワイヤーなチェア、モノクロブロックのラグでダイニングスペースを作ります。そして左奥の窓際には大理石の暖炉、右手前に和風モダンな飾り棚を置きます。全体はこんな感じです。右手前だけ和風家具なんですけど、この空間にあれば家具の名前を知らない限り和風家具だとは思わないかなと思って使ってみました。では次はジャングルの壁に合わせて植物を飾ります。次は天井です。窓際に吊るし棚、モロッカンなランプ、テーブルの上にキャンドルのシャンデリアを設置。モロッカンなランプはライトを消してオブジェにしました。次は工芸品も加えて小物を飾っていきます。ベースの洋風な部屋、アクセントで小物の伝統工芸品という感じで、ジャンルを2つだけにしたこと、部屋と小物で色の統一感を持たせたことで、なんとなく部屋がまとまったかなと思います。では壁を飾っていきます。右側にエアコンとアイアンウォールラック、左側に大理石の時計、そしてフラワーシェードのスコンスを忍ばせたら、これで6部屋目は完成です。7部屋目はブルーリメイクに合わせたレイアウトです。テーマは工業的なカフェです。大理石のシルバーの装飾に合わせて配管など工業的なイメージのある家具に上品なテイストを入れて作っていきます。壁は白いボタニカルタイルの壁、床はブルーラバーの床、アクセントにモノクロタイルの壁を使います。部屋のサイズは 10×10 で最大。玄関はコンクリート、ライトは水色で暗めにしておきます。では間取りを決めていきます。コンクリートの柱を角に並べ、仕切り壁を置き、この辺りは厨房にします。冷蔵庫を2つ並べ、その横に工事現場の足場、仕切り壁横に大理石のキッチン、そしてカウンターを並べ、その空間を柱と仕切り壁で閉じます。奥行きは欲しいけど最大だと広すぎるので、右の角の空間を壁で隠して部屋の形を変えました。
そして厨房に食洗機を加え、壁にも蓄光オールステッカーでブラインドの窓を貼ります。次はイートインスペースです。左側にも工事現場の足場を追加し、大理石のテーブルとワイヤーなチェアで2つのテーブル席を作っていきます。するとこんな感じになりました。意外と工業的な家具と上品な家具が調和しているかと思います。これも6部屋目と同じで、ジャンルを2つに絞ったことと色を合わせたことでまとまったのかなと思います。では右側を埋めていきます。お部屋に立体感を出すために太い柱を作り、そこにくっつくよう暖炉を並べます。暖炉の火は消して、さらにもう一つ暖炉を追加して裏返して棚として使います。暖炉の横にプラスチックの棚を並べ、全体の位置を見直し、左の工事現場の足場の後ろにも柱を作ります。そして残りの空間に厨房の調理台、レジカウンターを置き、全体はこんな感じになりました。では次は天井です。工事現場の足場にシーリングスポットライトを貫通させ、キッチンの上に丸いシャンデリア、暖炉の上に蛍光灯、食洗機の上に吊り下げ式モニターを設置します。そして観葉植物も飾っていくんですけど、今回はオーガスタのみを飾ります。オーガスタは唯一シルバーの植木鉢リメイクがあるのと、全体の物量が多いのでごちゃごちゃしないように、あえて一つの観葉植物に絞ってまとめました。次は小物を飾っていきます。ビデオ付きテレビが工業的な雰囲気に合うのと、小物だけどしっかり空間を埋めてくれるので、オブジェとしていくつか飾ります。そしてエレガントなランプを等間隔に飾り、カウンター後ろにエレガントなチェアも配置。これで全体のバランスが決まりました。ここからはその他の家具を邪魔しない馴染む小物家具を飾っていきます。厨房にはシルバーや白がメインのキッチン小物、カウンターはターンテーブルを並べて DJ スペースを作ります。そしてその前にはメニュー表。厨房はこんな感じになりました。テーブルの上にはガラスピッチャーと食器、カトラリーを並べ、暖炉の上と工事現場の足場の上にマグカップシェルフを飾り、雑貨売り場も作ります。そして残りはボトル、木箱、つまげた袋を店のテーマを表す飾りとして使います。全体はこんな感じになりました。次は壁を飾っていきます。厨房の工事現場の足場に換気扇を貫通させ、冷蔵庫の上には枠入りポスターでメニュー表を飾ります。そして左右にもメニュー表を飾り、工業的なイメージと合うシルバーの壁掛け扇風機、さらに大理石の時計を設置。仕上げにネオン管を配管のようなイメージで一番上に飾り、これで7部屋目は完成です。ラスト8部屋目はピンクリメイクに合わせたレイアウトです。テーマはホテルライクな寝室です。可愛さも少し足して作っていきます。壁はウェディングな壁ホワイト、床は白いアイアンパーケットの床、アクセントにピ
ピンクのペイントウッドの壁を使います。部屋のサイズは 8×6。玄関はコンクリート。ライトはオレンジで暗めにしておきます。では間取りを決めていきます。シンメトリーなお部屋にしたいので、仕切り壁を左右に並べ、真ん中にレンガの柱で凹凸をつけます。そしてその間に大理石の暖炉を置き、その前に大理石のテーブル、周りにエレガントなソファーとチェアを並べ、ブラウンなエレガントなラグを敷いてくつろぐスペースを作ります。全体はこんな感じです。そして真ん中のスペースをエレガントなベッドで挟み、エレガントなコモードとカントリーなクローゼットで空間を埋めます。さらにベッド横にシェフゲラを飾って、完全にシンメトリーな部屋になりました。それによってホテルライクなお部屋にもなったかなと思います。次は天井です。テーブルの上にシャンデリア、部屋の隅にスパイラルシャンデリア、後ろ半分はドレープで埋めます。では次は小物です。暖炉の上にエレガントなランプ、クローゼットの上に貝殻のランプ、コモードの上にピンクのカサブランカで可愛らしさを足しました。シンメトリーすぎてもまとまりすぎるので、テーブルの左側にモロッカンのトレイテーブルでサイドテーブルを作り、右側の空間にはバブーシュを並べます。そして残りの小物もシンメトリーは意識せず配置。次は壁を飾っていきます。正面に大理石の時計、枕目タペストリーを2つ、左右に豪華な額縁を飾って、これで8部屋目は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は新企画シリーズレイアウトで大理石シリーズ全8色を使ってレイアウトしてみました。使い方の参考になれば嬉しいです。また他のシリーズでもやってみたいなと思っているので、いいレイアウトが思いついたら動画にしたいと思います。よければどのお部屋が良かったかコメントで教えてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。